そしたら、こちらの方は、そうですね、作業するときは一応バッテリーをね、1本は取り外した方がいいですよ。なんかでショートすると危ないんで。はい。ビリッとくるんですね。ビリッときます。これ平気ですか？これなんか剥がれてる。それね、収縮チューブは時々剥がれちゃうけど、大丈夫でございます。ビビリなんでちょっと。はい。そしたらちょっとこれ IC タグ取ります。いいですね。で、このフロントのボディマウントですね。こっち向きの方がいいかな。外します。で、これ取るときに、ですね、ポコって取ると中のフロントスプリングのところも一緒に触れちゃう場合があるんで、なんか言ってました。そう、この真ん中をこうやってちょっと押さえて、1本押さえておいて、真ん中のボスを押さえておいてあげると、スプリングがなくなったりしないんで、はい、これで押さえておくと、この底っていうのはスプリングが下側に取れるようになってるんで、もう何も知らないでポッて取っちゃうと、スプリングが下にボテって落ちる場合もあります。はい。なんかね、アコさんも言ってました。ミニッツ初心者あるあるだって。そうですよね。取れちゃった。はい。ボディマウント撤去、そしていや、やばい。あっと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 、ちょっと待って。やばい。そうしましたら、ボディマウントを取って、いよいよ、この黒いフロントウィングをつけてあげる。もうすでにかっこいい。これ寸法ぴったりなの、結構。ぴったりですね。はい。時々これ3D プリンターなんで、すいません、たまに寸法きついとか、穴がちっちゃくなってるとかあったら、ちょっと揉んで、ドリルとかで、すいませんが、揉んでいただけたらいいかなと思います。はい。いいですね。はい。これでフロントウィングは OK ですね。はい。続きまして、今度リアいきますけども、リアはですね、まずこの上のダンパーの一番上を外します。そしたら、一回ちょっとね、モーターは別に線ついたままでもいいんですけど、途中でブラブラになると線が断線しちゃう時もあるんで、はい。そうでしたっけ。じゃあ、まずこれモーターの電源端子を取りました。後ろの2個も外していきます。この T バーン。T バー外しますね。スペースでユーザーさんから、遅いモーター見つけましたっていう。本当ですか。レポートがいただきまして、それをつけてみましょう。いいですね。そうですよね。はい。意外と時代に逆行してね、速いモーターを探してんだけど、これに関してはもう遅いモーター。そうなんですよ。で、これが、部品がスペーサー入ってました。で、リアユニットは全部、ドア全部、おかしい。これ隙間から落ちてましたけど、リアユニット全部取り外します。はい。すいません。マリゾピー、ありがとうございます。はい。そしたらこれもなくさないように置いといていただいて、次にこのモーターのカバーですね。上も後ろからパチって取って、これも分解しちゃいます。はい。これらの部品は、ちょっと使わないからこっちに取りましょうかね。で、モーターを外します。はい。で、ピニオンギアは今回も6枚いくんで、これをこのまま移植します。抜いちゃいました。はい。で、今度リア周りがモーター外すと、ここのデフユニットが抜けますんで、これも外します。はい。こんななってるんですね。そうですね。で、ここにベアリングが右に1個、左に1個、大きいの入ってるんで、これも外しますが、これも僕はもうこのシャフトで、ちょっとこうコキコキやってあげるとこうやって取れて、ゴミもせっかくなんで、もうちょっと掃除してあげてください。はい。はい。結構ここにね、ほこりたまるんで、時々こうやってばらしてあげるといいですね。こっち側もキコキコいって、これでベアリングが取れちゃいました。はい。ちょっとメンテナンスはね、よくやってはいるんですけど、今まで1回やったかないかぐらい。よくっていうのは何語でしたっけ？よく考えてみると、よくはいらないかなっていうね。1回もやってないかもしれない。1回はやったかもしれない。はい。じゃあデフユニットできました。はい、そしたら、こちらの、モーターケースですね。RM 用に先ほどの外した径が大きい方、内径が大きい方のベアリングですね。2個セットしていきます。外側、右側をセットして、で、今度左側もですね、セットしていきます。はい。
そしてこのデフのユニットを、うん。右側から通してあげますと。はい。ベアリング引っかかっちゃった。はい。OK ですね。はい。そして、ここにですね、これ左側のハブはプラスチックですね。あ、さっきのあれですね。そう、あれをカバがね入れてあげます。で、とりあえずここで落ちちゃうから、うん。このナットをああ。落ちないようにちょっと仮止め、仮止めしといてあげるといいかなと思います。仮染めですね。はい。よくやってみました。仮止めです。はい仮止めしていただいて。はい。そして、じゃあちょっと先ほどご紹介しようと思っていたモーターですね。うんうん。今回、X の方に教えていただいたのは、遅いモーター。遅いモーター。すごい、そんなのあるんですね。遅いモーター。あ、もっと遅いのを持ってる。どっちかこれ勝負してみようと思うんですけど、おなんと、今日これ行きたいんですよ。これが、はい。なんとタミヤさんのはい。工作キット用の、えその名も低回転モーターっていう。えしかも、240円。もうコスパ最高ですね。そう、これより遅くて安いモーターは多分作れないから、ああ。ちょっと今日はこれを試してみたいと思います。はいはで、しかも、普通の130モーターって、うんメタルの、ブラシで、中のローターに当たってるだけなんですけど、い。うん。パッケージにカーボンブラシ採用って書いてあったから、すごいですねラジコン OK っぽいんですよね。ああ。で昔メタルブラシだと結構濃厚出たんですよね。ええだから実は130モーターっていろんな種類があって、はいラジコンにはカーボンブラシのものを使わないと、うん結構昔の27メガの時とかはもう全然濃厚になってたんですよ。えでもこれカーボンブラシではい。すでにそのですねユーザーさんは他につけてるらしいんで、ええちょっと今日これをつけてみたいと思います。まずぶっちゃけ本当に走らせてないから、はいはい。どれぐらいのどうなるかスピードかはお楽しみっていう感じですね。でもその私の操縦技術でもぶっちぎっちゃうかもしれないですよ。僕のノーマルモーターをはい。じゃあその時は僕土下座します。はい。指、背中足で、背中指で、背中指で。背中指でいきますでか。僕はプロスト指で。はい。でそしたらこのモーターケースですね、セットしていきます。はい、これは6枚のピニオンですかね。ロカンビデオですね。でちょっと負けそうになったらこれピニオンでかくすればいいんですかね。それしたらダメでしょ。意味ない。ゆっくり遊びたいですよね。そっか、はいそうですね。この MM のモーターケースのこの T バープレートっていうのがあるんですけど、うんこれ裏見ると僕は老眼だからよく見えないんですけど、はい MM/LM と書いてあるんですね、ここに。難しいですね。これちょっと写すの厳しいんですけど、うんこれも交換しなきゃいけないんですよ。おー。はい。で、これが、ですね、つまりモーターケースについてなくて、はい。別売になってましまた別のあれて、があるはい。型番が。そうなんですよ。でそれを今日は、じゃあ標準だと MZ の 403B っていうのにはい。入ってるんですけど、はい。それ買うとこのフロントのナックル周りとうん。セットなんですよね。うんでそれ買っていただいてもいいんですけど、うん今日は僕の工具箱にちょっとカーボンのリバーが落ちてたんで、これをつけてカーボンはこれすごいですねカ。ーボンこれで僕より2秒早いです。ぶち切っちゃいますよ。もうそう背中指で。早いってことです。はい。でこれをセットするんですけど、でこの時注意はうんホイールベースを一番短く組みたいんですよね。ああ、はい。はい、なのでこれを一番内側うんうん。一番前側にセットします。はい、でこの T バーも一番前側にセットするっていう形になります。へー一番 S サイズにセットします。おい。はい。そしてここのビスは長いビスですね。うん。外した中で一番長いビス2本を使います。おい。このビスもあれですかね。いろいろ長さが違そうう、んですか。長さが違うんで、一番長いのはこの T バー止めるとこ。あー覚えとかないといけないですね。そうですね。だからおすすめは、デジカメでああ。 1本外したらそこのビスと記念撮影うん。していただくと、うん。逆回しではい。組み立てられます。はい。大体私やるとネジ違うネジ刺したりとか、そうですね2本余ったりとかすそうるんで。余るとピンチですけどね。ね。はい。でも今まで大体走ってますけどね。時々取れてるじゃないですか。ポロってなんか取れる時ありますけど。はい。はい。そしたらそうだ、あとでホイールベース S に合わせて、です。でこの後ろのはい。 RM はこのダンパーステイを選ばなくちゃいけなくて、うーん。一番こう垂直になってるやつが
S サイズっていうやつなんですね。このダンパーの長さもあれですか。ホイールベースが変わるから。短くするから。そうなんですよ。こういうふうにちょっと前にあるのは、L サイズとか。本当だ。はい。違うんですね。変わってるんで、今つけたのが S サイズですね。でこれを止めるんで、ここでビスが MM の時よりもちょっと1本多く必要になっちゃうから、ちょっとね、この2の6短いビスはどっかで1本ゲットしないと厳密には足りない。じゃあこれ私が普通にやって1本ねえぞっつってもそれは正しいんですね。正しい。よかったよかった。そして、この T バープレートにモーターマウントをセットしまして、今度こっちですね、モーターマウント側ですね、こっち側を止めていきます。でここで締めるけど、ここね、ここポイントなんですよ。これもうぶっちゃけパッと見てこっち曲がりますよね。ホイールベースが右側狭くなるんですよ。これ 99% の確率で。これは T バーもそうなんですけど、全部時計回りで締めるからどうしてもねかしいじゃうから、これね一回そんな秘密がそう4つ緩めるんですよ。ちょっと軽く。それで反対側、こっち向きにちょっと押しながら止めてあげると、ちょっと改善するっていう技がありまして。よく知ってますね。なんかね、ちょっとミニッツは僕も割と趣味長いんです。本当ですか。すごいですね。はい、これで T バーつきました。さすが。はい。ウィングつけるとちょっと作業しにくくなっちゃうんで、ここのモーターホルダーにちょっと配線を引っ掛けてあげて、はい、こういう感じで配線をかけてあげましょう。そして、ここの端子を左側がプラス、右側がマイナスですね。止めてあげましょう。はい。それ書いてあるんですか？ここ書いてあります、ケースに。はい。あとはでもなぜかわかんない、ビスがもう1本なぜか足んなくなっちゃったな、これ予定より。そっか、2本足んなくなっちゃうのか、だから。そういうことか。そうだ。ここの部品は取らないから、使ってるから、6ミリ 2×6 が余ってるやつ、これとかダメなんですか？大丈夫。そうだ、これそれを流用するのか。そうだ、そしたらぴったりだ。ぴったりですね。よかった。そうだ、これ取らなきゃダメだ。このケースから T バー取んないと、さっき純粋に足しちゃったから。そしたらぴったり足ります。ぴったりですね。よかったですね。はい、いきましたね。いいですね。これでリアモーター周りができました。で、このリアのウィング止める。やっと。先ほどのこのスペーサーが落ちないようにちょっと気をつけて、こっち向きのままでいった方がいいと思います。それで、下側をちょっと先にはめてあげる感じ。で、上をはめて、パチッと。これしっかりね、下の爪をかけて、上もしっかり爪かけてあげてください。これで大丈夫。そしたらこれ車体の方は、ね、いい感じにできてきました。そしたらあとはタイヤを取り付ける。でフロントに、ベアリングを入れて、ホイールにベアリングを入れてあげます。じゃあ私もやるんですか？でこの時に、標準のレンチだとキット付属のプラスチックだとリアとかが深すぎて届かない時があるんで、ちょっとこれ長いボックスでもこれマリゾーピンのちょっとナットが死にかかってるんで、ちょっとそしてベアリング入ってます？入ってないですよまたね。何もすみません、やってない。プラのブッシュ、左側は、外側にプラのブッシュを入れるっていう形になるので、見えないなこれ。なんか明かりもう全黒だから明かり、そっか。なんで黒いんだと思ったら私が塗ったんですね、これね。そうなんですよ。そりゃ塗っちゃったな。全黒で、ナットも黒で、レンチも黒で。多分大丈夫。ナットはあまり付け外ししてると傷むんで、交換するか、金属のナット、ナイロンナットにしてください。それも売ってるんですか？売ってます。表彰さんでね。なんかナットが来ました。ナット届いてきましたね。届きましたね。早いですね。早い。で右側はベアリング入れる感じですね、外側に。はい。これで
車体のおお、完成かっこいい。結構時間かかりますねこれ。結構かかりますね。ここは今日はメルセデスだったんで、はい。MR03 はもともとのシャーシの幅をナローサイズとワイドサイズから選べるんですけど、今回のこのボディで売られているものはもともとワイド組みされてるんで今日は変更しなかったんですけど、今最近もともとこの RM のモーターケースのものを選んでいただくと、今ナローに組まれているものが、セットでは買いやすいんですよね。だからモーターマウント組み替えるのがめんどくさいと思って、こっちのモーターのタイプを選んでいただくと、幅がナローに組まれてるんで、その場合は後ろはそのままで OK なんですけど、フロントをワイドのパーツに変えてあげるっていう作業が必要です。そのパーツは、付属しています。そうモーターマウントは種類違うものは付属してないんですけど、はい、フロントの組み替えパーツは付属してるんで、はい、ありがとうございます。じゃあ今持ってない方はこのリアモーターマウントの方を買われた方が、そう追加コストがかからない。追加コストはかからないです。で組み替えるのはフロントも同じかちょっと楽なくらいなんで、そうリアモーターの、キットはですね、セットは多分ロードスターとか、そのあたりが今あこさんが買ってたやつですね。そうですね、あれがお買い求めしやすいかな。だからフロントをこうなんかやってたんですね。フロントを変えてたんですね。バネがビョーンっていって、はい。で今日はフロントは変えないで、これはリアだけ変えるバージョンっていう形になりますね。あこさんと両方見ていただければ、どっちでも大丈夫なっております。うまいことできてますね。ですね。偶然ですけど。偶然ですね。はい。でん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 ででんでんででん。何だ。コスメですか。コスメですね。はい。これで俺がここについてます。でん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 ででんでんででん。でいきます。これまた見づらい色にしましたよね。ここの床だったら見やすいけど、これね、これ、白い床に黒いがね、かっこいいっすね。かっこいいっすね、これね。でここをこれ真っ黒結構かっこいい。真っ黒いいですよね。よし。これいいじゃないですか。まだはまってなくないですか。はまってない。左が。本当だ。ここか。OK です。できました。いや結構かっこいいよこれ。やべえ、超かっこいいこれ。超かっこよくないですかこれ。走ってた。この後じゃあ噂のね、低回転モーター、どうなのか。低回転モーター。あとちゃんと動くのか。そうですね。はい。見ていきたいと思います。どう3、2、1、スタート。やべ、これ逆だった。回したい。